はい、こんにちは。ヨモギアオ仲間です。今日はですね、大工の基礎を学ぶから実技の舗装を作るというのをやりたいと思います。舗装というのはこれですね。この刺さっていくオスのやつを作ります。で、以前、手の甲を使って舗装を作るというのをやりました。で、それはあくまでも手の甲の練習ですね。として、やってみようというものです。で、今回は丸の甲を使って舗装を作るというのをやります。なので、より実践的な内容になるかなというふうに思っています。使うのは丸の子とあと丸の子定規ですね。こちらの方になります。で、あと安全上の注意とかそういったところはまた、別の動画であるのでそちらの方も見ていただければと思います。はい。では早速始めたいと思います。墨付けの方からしていきます。まずここですね。ここの、胴付きというこの、ここの部分ですね。くっつく部分の墨ですね。の方からつけます。でこれは舗装の長さが45なのでここから45以上離れたところに1回切りつけます。はい、これが胴付きの墨です。でそれから、45いったところが舗装の長さですねになります。で、材料の芯をつけます。105なので 52.5。105なので 52.5。はい。でですね、15ミリずつなので差し金で1枚ずつ入れた墨を描きます。でこれが切り墨ですね。で90度回してまず胴付きの墨、この胴付きの墨これを回してこれですね、この胴付きの墨をこれですね、これを回します。でまた今度これも 52.5。52.5。芯を書いて今度は90の歩幅なので、センターに45を合わせて、0と90ですね。90。45をセンターに合わせて0と90でこれを結びます。0とこれですね、90、これを結びますと。で次にこっち側を置いてはいけません。回してこの最初につけた基準の墨から今度45を倒してこっちの側につけます。でここ胴付きと音の長さの墨で、52.5。52.5 でセンター結んで、センターに45を合わせて0と90、センターに45を合わせて0と90とこれを結んであげます。はい。で、最後に下のところをつけます。でこれは最後に下を結んで、角度の調整をしてあげます。じゃないとこれが本当に超真四角じゃないと、1ミリとか 0.5 ミリとかでもちょっとでも歪んでるとこの線はまっすぐにならないんですね。なので、最後下刃をこういうふうに結んであげると角度の調整を下刃でしてあげます。はい。
で、下は30の細なので、これもまずセンターの 52.5。これ50、これもしも105よりちょっとずれてるようだったらそれに合わせて、センター出してください。で、これ金1枚ずつですね。こっちと差し金を合わせてこっちですね。はい。でこれで墨付けの方ができました。はい。では丸のこで切っていきます。はい。まずこの切り墨ですね。切り墨を落とします。丸のこの深さを、芯よりちょっと下がったぐらいの深さに設定します。切り墨なので墨をなくす感じですね。こういうふうに墨をもうちょいかな。実際はこういうふうにやって真ん中こうやって切るんですよ。こういうふうにジャーンってこういうふうに切るんですけど、危ないので多分本当はやっちゃいけない丸のこの使い方だと思うんですよね。現場ではそうやって切るんですけど、なので、安全に切るために違う切り方をします。まずここ丸のこの刃の深さを、このほぞの深さぴったりに合わせてください。でまず胴付きから切ります。で、ここにいっぱい丸のこの刃を入れていきます。で反対側も、丸のこの深さを確認して、まず胴付きから。この先に胴付き切るっていうのもこうやって何回も入れてると、胴付き近づいてくるとちょっと心配になるんですよ。なので先にこれ入れてると安心してあとただ入れるっていう割り切れると言いますか、そうですねの方が効率がいい感じです。はい。で最後に、ここですね。次に今度こっち側この浅い方の墨深さを合わせてこれですね。深さを合わせてこれもまず胴付きいきます。これで丸のころは終わりです。あとのみで取っていきます。こんな感じで取れます。まず芸能で取れる分簡単に取っちゃいます。もうこれ細かく入れれば入れるほど簡単に取れます。取れないかな。で取りにくいようなものは、のみで取っておきます。ちょっとここだけ変な取れ方しそうだったので。はい。まず、粗く取った感じがこれですね。であとのみできれいに取っていきます。
でこの丸ノコの跡が深さのガイドになっているので、これに合わせて取ってあげる。この時ものみは上を向けてですね、こういうふうに掘っていくとどんどん中に入っていってしまうので、でこういう時はこういうふうにまっすぐ切りたい時は下を落ちてやります。でこれも半分ずつですね。このままこういうふうにいっちゃうとここがメリって取れちゃうので、手前で止めておきます。で次反対側から取ります。目を上に向けてですね。で取って最後仕上げるときはこれで取る。まず微調整は後でやるので、まずざっくりと。のみの角が切れてるのはすごく大事です。ここのところとかですね、こういうふうに角が取れるので、のみの角はすごい大事ですね。あとこういう時にのみがこういうふうにならない、手がのみの先にこういうふうにならないように気をつけてください。これこのままやってたらズコーンって指いっちゃうので、必ずのみの延長上ですね、のみのこの動く延長上には手は置かない。これはすごく危ないです。こういうふうにこうやるときはこうどうしてもこういうふうに力入れてるとだんだん手が近づいてってこうなったりとかするんですよ。するとすごいダンっていって危ないので気をつけてください。本当呪文のように延長上に手は置かない。これも結構危ないですよね。結構ギリギリなんですけど、手は出ないように常に気をつけています。はい、大体かな。これで大きさですね。一回確認してください。30。ちょっと根元が太いかな。90。OK ですね。はい。この丸のこの刃の深さですね。この跡が基準になっているので、深さすごい分かりやすいですね。あとはこ
の出っ張りですね、ところがないか確認して、こっち側もわずかに出てますね。多分この辺だと思います。多分この辺が出てるので、この大きく言うとこのガタガタですね、わずかにガタガタします。そういうガタつきの原因のところを取ってあげてください。はい、これでガタつきがなくなりました。あとここの胴つきの部分ですね、ここもどうしても丸ノコまっすぐなようで、ここの時とここで切った時で若干ここが出っ張ってたりします。今もここ若干出てるんですよ。ここがわずかに出てて、ここですね、ちょっとガタつきがあります。で丸ノコで切った時にこれがたまに起きるので、そういう時はまたのみで内側を取ってあげます。はい、ここですね。いいですね。 OK で、あと面を取ってあげます。でカンナでもいいですし、のみでもどちらでもいいです。で前回のみで取ったんで、今度カンナで取ります。面取る時のカンナのみも同じなんですが、これ全部こっちまでガンってやっちゃうと、これがメリってこの角ですね取れます。なので半分ずつ入れてください。こんな感じですね。こっち行ってこっち行ってみたいな感じで取ってください。こっ
っちもですね半分取って半分取る、もうちょい出すか。半分と半分っていう感じで取ります。いう感じですね。でこの時も真横っていうよりはこう斜めに、これ狭いのでちょっと斜めに落としてあげるような感じでいいと思います。はい、でこれで、保存の完成です。まあ手のコイルは圧倒的に早いですよね。はい、ではこれまた長さ切って、くっつけたいと思います。ではここに入れていきます。こんな感じですね。で、ちょっときついな。こんな感じです。ちょっときついかなって感じですね。もうちょっと緩くていいと思います。はい。まだ保存としてはこんな感じです。丸ノコを使った平保存の解説の方をさせていただきました。今回作ったのはちょっときつめだったかなと思います。もう少し、本当わずかですけど、ちょっと緩くてもいいかなというふうに思います。で、あと1個ご注意いただきたいのは、その平保存をどんなにきつく作っても、基本的に摩擦抵抗でしかないんですよ。そのきつく作ったから抜けないっていうことはないです。で、抜けないために、抜けないし、保存にするんだったら、ここに長保存にしてくさび打つとか、時刻保存といって中にそれも中にくさびを仕込んでこう中で広がるみたいなことをして抜けなくするとか、なんかそういった細工が必要になります。なので、この保存をきつく作ってこれで大丈夫だっていうことにはならないので、そこだけ気をつけてください。で、住宅の現場ですとこれにさらに金物ですね、L のちっちゃな金物とかをつけて、固定するということをしています。はい。で、丸ノコを使うので安全に気をつけて使ってください。あと、大工さんが現場で使うこの縦の丸ノコの使い方ですねのやり方については現場で教えてもらってください。多分本当公でやっちゃいけないやつだと思いますので、気をつけてやっていただければと思います。ではありがとうございました。